これ6000回転のまま変わんねえんだけど、なんだこれ。これ1000回転ずつしか上がんないのこれ。高速はそうでもないかな。これさ、覆面じゃねこれ。違いましたここでね、皆さん終わりにしないでくださいよ。最高速アタックいきますからねはい、というわけでですね、先ほど X フォースを乗ったんですけど、もっと面白いのあるよみたいな感じで、サイクルロード伊藤さんでですね、ご紹介していただいたのがこちらです。キミコ KRV。パッと見はめちゃめちゃかっこいいよ。ウェーブディスク、フェンダー入ってて、後ろもウェーブディスクで、やっぱちょっと一回り大きいかな。で、排気量が 175cc、 パワー的には17馬力なんでそんなにはないんですけど、ちょっと大きい感じがしますね。そんでね、スマートキーなんですよ。で、スマートキーなんだけど、ホンダとかこれガチャってやると入るじゃん、スイッチが。そうじゃなくて、ここにスイッチがあるのね。これ長押しする。で、そうすると、ここでスイッチが入りますね。わかりました。それでね、さっき見てびっくりしたんだけど、これね、ヘッドライトは X フォースと違って2灯の LED です。で、ウィンカー見てよ、これ。ハザードもついてんだけど、見てください、流れるウィンカー。めっちゃかっこよくない？めっちゃかっこいいよね。で、ちょっと時間ないので、足つきチェック、ちょっとここでやっちゃいますね。で、飼育投稿とかよく分かってねえんだけどここもね、フラットフロアですね。またがって、こんな感じ。で、これも、前も言ったと思うんだけど、こんなね、こうシートの先っぽの方座って、足つきますねとか言って、評論家ですよ。そんなの信用しちゃダメですよ。ちゃんと座りのいいところ、いつも乗ってるところに座って、で、払っていますね。で、片足だとこのくらい。シートの一番ケツの座りのいいところに座ってこのくらい。母子球よりももうちょっとついてるかな。身長は164センチです。体重は59キロなんで、そんなにこう 1G で沈み込むことはないと思うんだよね。両足だとこのくらい。両足だと母子球がギリギリって感じね。片足だともうちょっとつくかな。で、重量的には143キロだっけな。なんで軽いんで、そんなにこう怖い感じはね、しないので問題ないかなと思います。サイドスタンド出してもこれ、エンジンが止まらないっていうのはちょっとこう安全対策上怖いかな。そしてですね、これ一番気になっているのは皆さん、高速性能だと思うんですよね。なので、高速をちょっとこうインプレしたいと思うので、それからですね、一般道も少々走るので、その辺の感じはどうかっていうところをね、お伝えできればなと思います。それではいきます。あ、なるほど。ウインカーの音がする。ああ、なるほどね。出だしはね、すごい軽いわけじゃないけど、さっき乗った X フォースとのね、比較にちょっとなっちゃいがちなんだけど、エンジン音とか振動とかはやっぱり大きいです、かなり。ただ、やっぱりね、街中こんだけ乗った状態でも、20cc ぐらいのね、アドバンテージは全然あるね。まさちゃんの動画。それからフラットシートなんですけど、こっちの方が深い X フォースに比べて、なので足がちょっと下がるから、
でお尻もねすごく包み込まれるような感じ。ちょっと走って痛くなるかどうかもちょっとご報告差し上げますけども、今の感じだと多分痛くならないなこれは。あ、ブレーキは全然効く。ブレーキね、フロントもリアもめちゃめちゃいい感じで、 X フォースの時はこの辺の一般道のちょっとこうガタガタした感じとかをめちゃめちゃ拾って、なんじゃこれやって思ったんだけど、どうかな、ちょっとわざとガタバをこのところ、あ、全然違う、あ、全然優しい。いやこれ足回りめちゃめちゃいいよ。こっちの方がしなやかだね。こういう低速での振動は結構あるけれど、まあバイクってこういうもんだもんねあといくらぐらいで売ってるのかも全然情報がないんだけど、装備とかはやっぱり素晴らしいので、ね、ミラーもかっこいいし、メーターもめっちゃ見やすいし、でなんかね、キムコってね、もともとホンダなんですって。台湾のホンダが、ホンダが撤退したらしいですね。それでキムコとシムっていう会社に分かれて、なので本当にね、ホンダの技術そのまま引き継いでるみたいなんですよ。だから技術的なところとかそういったところは僕安心していいと思うんですよね。特に台湾だしね。お尻いい感じだよね。これふわふわしてる。割とお尻優しいんじゃないかな。で包み込まれるような安心感がありますね、このシート。前のねトラックに映ってる LED の光もね白くてすごく綺麗で、ウインカーやっぱかっこいいなこれな。かっこいいよねこれ、流れるウインカー。振動強いけど気にならないよ、このぐらいなら全然。で X フォースに比べるとポジションが一回りゆったりしてるっていう感じだと思いますね。今ちょっとヒュッと加速しましたけど、ちょっとこうエンジンのざらつきというか、そういったものが演出効果になって、すごく嫌な感じじゃないのよ。逆にすごくいい感じで、そのなんかこう心地いいざらつきみたいなのが加速感というか、すごく加速してるなっていう感じを与えますね。いやこの辺路面すげえガタガタしてたけど、X フォースの時ってなったけどなんないね。これから高速乗るんですけど、なんか直進安定性もなんか高そうだねこれ。低速でちょろちょろ走ってる時の安定感がすごくいいですよ。さあ曲がっています。いいね、安定志向。グッて切れ込んだりとかしない。これ峠絶対楽しいです。先頭止まったのでちょっと加速してみましょう。カポッと開けますよ。もう完全に速いね。なんかキムコ走りめちゃめちゃいいって言われたんだけど、もうこれは排気量のアドバンテージももちろんあるでしょうね。20cc プラスっていう、日本のその ADV とか X フォースとかよりもその排気量のアドバンテージ以上にこれは速いな、確実に。でしかもね、いいも悪いもあるけど、やっぱ最初言ったようにこう振動が演出効果となって割と加速感を感じるから、より一層速く感じるんだと思うこれで。エンブレは ADV と近いかな。 X フォースはすごく穏やかだったけど、もうちょっとエンブレはきつい気がしますね、こっちの方が。そんでこれってさっきちょっと言い忘れたんだけど、最初の時にねベルトドライブなんですよね。ヤマハの TMAX と同じシステムらしくて、その辺は何かアドバンテージがあるからそういう風にやってるのかちょっと分かんないけど、もしかしたらこの足回りの大事なところの重量とかが軽くなるから操作性的に有利になるのかもしれないね。さっき X フォース乗ったっていうのもあるんだけどね、振動あるよこの発進の時でしょ。それから何キロぐらいかな、さっき40キロぐらい。
この辺の振動結構あるね。40キロ。もちろん加速してる時は一番あるんですけど、そうね、50キロぐらい。60キロで回転数的には5000回転。50キロぐらいの巡航が結構あれかな、振動が強いかもね。速っ。メーターも見やすいけど、タコメーターもっと見やすいといいのにな。ちょっと数字も小さくて見づらい感じはある。で、このね、ウインカーなんですけど、これね、慣れは必要だけど、申し訳ない、ヤマハさんのベニョベニョしたウインカーよりよっぽど使いやすいかもよ。節度感がちゃんとあって。さあ、それでは高速道路行ってみたいと思います。ちなみにね、ウインカー音がしますからね。さあ、ETC はついておりません。よいしょ。さあどうだ、ここ跳ねたんだよね、Xフォース。ここ、おいおいやっぱまあ多少来るけどね、コーナーはめっちゃ気持ちいいよ。さあ加速いってみよう。今70キロで入りましたよ。じゃあちょっと、マサチャンネルの感覚じゃなくて事実を伝えていきましょう。80キロ回転数が6000回転、90キロが変わんねえぞ。あれこれ6000回転の方が変わんねえんだけど、なんだこれ。これ1000回転ずつしか上がんないのこれ。これ1000回転ずつしか上がんねえじゃん。数えらんねえじゃんよ。90キロ、93キロぐらいで7000に上がった。これもっと細かく制御してよ、キムコさん。気分上がんねえじゃんよ。でまあ風防はないので、まあネイキッドと同じですね。結構顔面には当たるかなと思います。今80キロなんですけど、80キロでの振動はやっぱりね、下でも結構振動強かったですけど、80キロだと、まあ、主に足ですね、足にかゆい系の振動が来ています。で手はあんま感じないな。ただ高速になるとネットの風切り音の方が気になって、そんなにエンジン音がうるさいなっていう感じはしないね。90キロぐらいの巡航でもそんなにこうきついなみたいな感じはまあ全くないですね。でこれやっぱり下でも思ったけど、やっぱり足がいいね。 X フォースとか ADV160 みたいになんかもしかしたらダンって突き上げてくるんじゃないかなみたいな、そういう緊張感は全くないですね。ちょっと追い越してみます。でこれで100の回転数が分かんない、7000回転ね。でこっから車線変更、しっとりしてる、すごくいいわ。X フォースすごく軽かったけどしっとりしてるね。しっとりいいっすね。でこの段差を越えた時も割と優しいですね。ただこの辺が心地いいかなみたいなスピードで走ってるとやっぱり95ぐらいになるかな。そんで今まあ100キロなんですけど、アクセルをねこう戻すじゃん。そうすると一気にスピードが落ちるでしょ。これがね結構ギクシャクの乗りづらさ。なんかね、高速だとロングツーリングしてると同じスピードで走ってほしいんだけど、上げたり閉めたり上げたり閉めたりとかしないといけなくなると結構めんどくさいんだわ。で ADV160 は割とそんな感じがあったんだけど、キムクも割とそれに近いかも。
エンジンはめちゃめちゃいいんだけど、エンブレがきつくて、同じスピードを維持するのに結構大変な感じで、100キロでもなんか下道で気になった振動みたいのはそんなに気にならないですね。至って快適だと思います。さっきのとこ結構ガタボコしてるけどね、吸収してるね。さあ1回高速出ますよ。もう1回乗りますからね。今度はね、ここでね、皆さん終わりにしないでくださいよ。最高速アタックいきますからね。さあ高速コーナーどうだ。おー、いいっすね。ああ、いいいい、しっとりしてる。これめちゃくちゃいいじゃん。これ絶対時計持ってても面白いこれ。さあここ結構いいコーナーなんだよね。さあどうか。おー、いいね。うわー、これいいよ。これコーナー速いぞこれ。さあ高速コーナーどうだ。もう一回。結構バンク、あれやべ。結構バンクしてるけどね。さあインしました。ちょっと上げてみましょうか。なるほど。加速はしてるんだけど結構穏やかかな。街中での加速とかは ADV160 とか、それからエクスポースとかに比べてなんか速いなって感じはしたけど、高速はそうでもないから、これさ覆面じゃねこれ。違いました。そんなに出る感じじゃねえな。120これ出ねえんじゃねえかな。100キロぐらいを超えると一気にエンジン音が騒がしくなる感じはしますね。だからまあ95、100弱ぐらいで走ってる分にはもう極めて快適。そうね、今の区間でいいかな、120は出ないだろうね。ということで高速降りたいと思います。さあまたコーナー来ますよ。足回りはすげえいいよ。突き上げ感もねあるけど、エクスポースよりは全然いい。いやいいよ。一般道っていうかそのくらいのスピード域に戻ってくるといきなりあれだね、振動がいきなり振動を感じるね。まあ約30キロぐらいですかね乗りましたけれど、まあお尻はこれはね痛くなりづらいと思います。ただフラットに感じたシートなんですけど、意外とちょっと後ろ目に座ると段つきがあるんですよね。そこがちょうど尾てい骨に当たる位置に下がっちゃって、そこを刺激すると痛くなるかもしれないですね。はい、給油していきたいと思います。これね X ソースもねこれでしたからね。今ちょっとねトランク開けてみたんですけど、シートしたスペースは結構ありますね。でね、今ちょっと走ったんですけど、めちゃくちゃ熱くなるかも、これ。この底がね、
ちょっとそれがちょっと心配ではあるけど、使えそうなスペースですね。これなんだ、これバッテリーなんだろうね、これバッテリーかな。エンジンかけるときはスマートキーを持ってここね、でくるくる回して、よし。でちょろっとね乗った、高速は乗りましたけど、そんなにこう大胆にインプレをしたわけじゃないので、試乗動画にねちょっと毛が生えたような感じぐらいだとは思いますけど、ある程度のことは分かっていただいたんじゃないかなとは思います。街中最速って言っていいのかもしれないね。街中での加速感とかはもうめちゃめちゃいいし、足つきはねちょうどね ADV と X フォースの中間ぐらいかな。重量がちょっとね他の ADV とかに比べるとちょっと重い140キロ台ではありますけども、それでもかなり軽いですからね。それに装備がいいですね。ウィンカーかっこいいし、メーター見やすいし。ただちょっと幻滅したのはこのタコメーターが、で気づかなかった俺もすごいんだけどさ、1000回転ずつしか上がらないっていうちょっと気持ち盛り上げてよみたいなね感じはありますけど、そして思ったより最高速が伸びなかったなというところをね加えさせていただきたいかなと思います。ただロングツーリングにはいいんじゃないかな。シートもゆったりしてるし、このフラットフロアがね結構低いので足の余裕もすごくあるですよね。X フォースはここまでこう伸ばせないんだなって考えると、こっちの方がライディングポジションも含めて、大柄の人はこっちの方がいいかなっていうのと、シートがね意外と段付きがあるので後ろに下がれないんだよね。その辺は X フォースの方が後ろ下がれるかなっていうのもあります。とにかくこう装備がいいんで、なんかトーカル全部 LED で自分でカスタムしなくてももうこのままの形で OK ですよみたいな、そういうね高級感がね ADV160 と同じような感じにねあるんじゃないかなとは思います。まさちゃんの動画。はい、というわけでですね、キムコ KRV インプレ動画いかがだったでしょうか。皆様のためになれば非常に幸いでございます。そしてですね、この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、チャンネル登録にご協力をお願いいたします。レンタル1台2万円、昨年は20台、厳しいでございます。なのでですね、皆様の熱きチャンネル登録、熱きグッドボタンよろしくお願いいたします。そしてですね、こちらのキムコさん、これはですねサイクルロード伊藤さんのご厚意によりですね試乗させていただくことができました。サイクルロード伊藤さん、いつもありがとうございます。感謝しております。それではまさチャンネルこれにてさようなり。